私は松見の女でいいの。尽くして泣き濡れて、そして愛されて、時が二人を離さぬように見つめて寄り添って、そして抱きしめて、このままあなたの胸で暮らしたい。テレサ・テン1953年1月29日生まれ、中華圏で使用された名前はデン・リージュン。台湾出身の歌手。1970年代から1990年代にかけて中華文化圏全域ないし日本、タイ、マレーシアなども含めたアジアにおいて広く人気を博した。その業績から生前から没後もアジアの歌姫と呼ばれている。父親は中国河北省、母親は中国山東省出身で共に外省人で、1949年に中国本土での内戦に敗れた蒋介石と共に台湾に移った中の一人。父親は元国民党軍の職業軍人であり、彼女自身軍隊への慰問活動を熱心に言っていたこともあり、軍人の恋人というニックネームでも有名。10歳の時、ラジオ局主催の歌唱コンテストで優勝。天才少女として注目を集め、14歳の時にプロ歌手としてデビューする。16歳の時、主演映画が制作され、女優デビューを果たす。その後、シンガポールやタイ、マレーシアでも人気に火がつき、18歳で香港でもレコードをリリース、アジアのトップスターとなる。1973年、香港で日本の父さんと呼ばれる船木実、後の彼女の所属レコード会社トーラスレコード社長は、アジアでのテレサ店の人気に目をつけ、足しげく台湾や香港に通ってテレサと両親を説得。当時勤めていた日本ポリドール、現ユニバーサルミュージックとの契約を実現させる。1974年、21歳の時に日本での歌手活動を開始する。すでにアジアのスターだった彼女は、アイドル歌謡曲路線の今夜かしら明日かしらにより鳴り物入りでイルボンデビューを果たすが、売れ行きは思わしくなく不発に終わった。そこで演歌歌謡曲路線に転向したところ、日本でのデビュー2作目となる空港が大ヒットする。第16回日本レコード大賞新人賞を獲得して、日本でもトップスターの仲間入りを果たし、歌手活動も軌道に乗った。その後も香港を拠点に台湾や日本などアジア各地を行き来する多忙な日々を送る。1979年2月、本来の中華民国のパスポートではなくインドネシアのパスポートで来日しようとしたため、旅券法違反で国外退去処分を受ける。当時1972年の日中国交正常化の影響で、日本は中華人民共和国と国家の承認をし、中華民国とは国交断絶していたため、台湾のパスポートでは入国の際に非常に煩雑な手続きが必要だった。そこで彼女はインドネシアのパスポートでエリーテンという名前で入国していた。船木実によると、当時の台湾の著名人、歌手や芸能人を含むはみんなインドネシアのパスポートを所有していたという。パスポート自体はインドネシア政府機による正式なもので、決して偽造パスポートではなかった。そのため事件としては白黒はっきりしないグレー決着となり、彼女は1年間の国外退去処分となった。この事件で日本だけでなく台湾からも非難の声が上がり、台湾当局は彼女の身柄の引き渡しを強く要求した。しかし船木はその要求に従えば数年間は歌手活動ができなくなるだろうと考え、彼女をアメリカ合衆国に渡らせることにした。事件から1年後の1980年、台湾政府への協力を条件に帰国を許された彼女は、中華民国国軍の広告塔として活動し、愛国芸人と呼ばれた。そして台湾での歌手活動も再開した。その後、再来日を果たすまで香港を活動の拠点にしていた。この頃、水拳を大ヒットさせていたジャッキー・チェンと米国で再会し、お互いに思いを寄せるが、人気に溺れ取り巻きの前で侮辱行為を働いたため、失望しジャッキーから離れてしまう。
ジャッキーは激しいショックを受けて目を覚ました。その後は親友となった。1980年代初めには中華人民共和国でもコピーされた彼女のカセットテープが出回るようになり、人々の心を掴んでいた。中でも特に人気だったのは1930年代に中国で流行した「いつの日か君帰る」ホーリー・チュン・ツァイ・ライ作詞海林作曲劉幸安のカバー。やがて彼女は冗談交じりに昼は鄧小平、夜はレイ君、テレサの中国語の芸名が支配するとまで言われるようになった。1983年には香港でデビュー15周年を記念したツアーを行い10万人を動員。しかしその影響力を嫌がった中国共産党政府は1983年頃にテレサの歌を放送禁止にした。それでも人々はダビングしたカセットテープを回したり台湾の放送をキャッチしたりして、その後も彼女の歌を密かに聴いていたという。中華圏の CD ショップでは現在でも1982年から1984年まで年頃の香港や台湾での公演の様子を収めた DVD がよく売られている。日本再デビューと大ヒット。1984年、日本の音楽ファンの強い要望もあって再来日が許可される。レコード会社もポリドールからトーラスレコードに移籍。荒木豊久作詞、三木隆作曲の「償い」で日本再デビューを果たす。1989年5月27日にはかねてから中華人民共和国内で起きていた民主化要求デモを支援する目的で行われた香港ハッピーバレー競馬場での中華人民共和国の民主化支援コンサートに参加。約30万人の前で平和を願う私の家は山の向こうを歌い、亡命した民主化活動家とも交流を持った。しかし彼女の願いは叶わず、北京で天安門事件が起きてしまった。1990年に予定されていた彼女の夢であった両親の生まれた中国本土での初のコンサートも中止になった。当時その心境を夢は殺され夢は見ることさえできなくなってしまったと語っている。同1989年、失意の中アジアを離れてフランスのパリに単身移り住む。中国への思いをさらに深めるようになり、1992年に中国で広く愛されているイエライシャンを新たにレコーディングする。この頃喘息を悪化させ、次第に体調を崩していく。1990年以降は表舞台からも距離を置き、日本を訪れることも稀になった。日本での最後のテレビ出演は1994年11月に放送された NHK 歌謡チャリティーコンサート仙台市にて公開録画だった。1995年5月8日、静養のためたびたび訪れていたタイチェンマイのメイピンホテルで気管支喘息による発作のため死去。42歳の若さだった。テレサは日本語の曲を歌う時も同様に、とても言葉を大切にした。通訳を通して言葉の意味を作詞家やプロデューサーに何度も尋ね、自分のものにしてからでないと決してレコーディングに進まなかった。歌詞に含みを持たせて丁寧にメロディーに乗せて歌う語りかという歌唱法は、聴く者にとっては自分だけにプライベートに語りかけてくれるようで、ファンの心をわしづかみにした。こうした歌唱法が幸いしてテレサテンが中国語でカバーした日本の歌謡曲は台湾、香港、中国、東南アジアへと浸透していった。テレサは自身のヒットソングの他にも日本の歌謡曲を中国語で数多くカバーしている。1980年に米国ロサンゼルスで1年間暮らしている間、日本の多くの曲を中国語で録音した。それらが次々にミュージックテープや CD となってアジア各国へ拡散していったのである。2002年にベトナムを訪問した小泉純一郎元首相が宴席でベトナムの閣僚と北国の春を唱和し、現地のメディアで大々的に報道されたことがあった。小泉元首相が余興を披露できたのもテレサテンが日本の歌謡曲を東南アジアまで広めてくれたおかげだ。日本の歌謡曲が台湾、中国、ベトナム、カンボジアなどの各都市のカラオケで現地の人が歌うのは実はテレサテンのおかげなのだ。テレサテンに関してもう一つ言い添えたいのは、その言動が日本人にアジア、特に華人社会の多様性を考えさせたことである。
彼女がイルボンデビューを果たしたのは1974年。日本が中華民国と断交し、中華人民共和国と国交を回復した2年後のこと。すでに台湾、香港、東南アジアでトップスターになっていたテレサ・テンがあえて新人歌手として日本市場に挑戦したのは、マーケットの大きさもレベルの高さも図抜けていた日本で成功しない限り正真正銘のアジアのスターにはなれず、その先の世界市場への飛躍も見えてこないことを分かっていたからだろう。しかし一般の日本人はアジアからの出稼ぎ歌手がまた一人増えたくらいにしか彼女のことを見ていなかった。1979年、インドネシア籍のパスポートを使って日本に入国したいわゆるパスポート事件を起こして国外退去となった時、その背景にある外交的に孤立した中華民国の存在にほとんどの日本人は思いが至らなかった。それが1982年あたりから改革開放政策が進んだ中国で、白天長老、万丈明子、昼間は鄧小平の言うことを聞き、夜になれば霊君を聞くと言われるほどテレサ・テンが人気者になっているとか、彼女が歌う「いつの日か君帰る」が精神汚染キャンペーンのやり玉に挙げられているというニュースが日本にも入ってくると、彼女を見る日本人の意識が変わっていった。そして彼女が内包する複雑なアイデンティティにも徐々に目を向けるようになった。テレサ・テンは私たちにとって流行歌手以上の存在であった。日本の歌謡曲をアジアに広げ、歌でアジアと日本をつないでくれたテレサ・テン。自分の生まれた台湾、その国中国、終生愛した香港など、それぞれの社会の底知れぬ深さを私たちに知らせてくれたテレサ・テン。私たち日本のファンはそのビロードのような声とともに、彼女の短くも美しく燃えた人生を忘れない。繰り返します。日華大は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。今一度話し合いませんか？